はいどうも、今回はジャンク3軸ジンバルカメラの修理をします。こう動くやつですね。付属品はレンズ保護カバーみたいなのがついています。メーカーはフィミ。型番はわかりませんが、製品名がフィミパームってなっていますね。で、ジャンク理由は電源が入らないとのことです。そのフィミが出している初代の3軸ジンバルカメラが今回のものです。で、今回電源が入らないというジャンク品を購入したんですが、このジンバルカメラはバッテリーが劣化すると電源が入らなくなることが多々あるらしいです。確認してバッテリーが原因なら修理というより交換になると思います。バッテリー交換も修理ですよね。交換修理と言いますからね。多分。まずは正面。正面傷とほとんどないですね。画面があって、十字ボタンですね。ジョイスティックっていうんですかね。と、電源ボタンなど兼ねてる録画開始とかのボタンだと思います。で、上部にカメラがあります。傷はほとんどないんですよね。側面、この部に穴がありますね。おそらくマイクだと思います。反対側に SD カードのスロットとストラップホールですね。そして背面、三脚固定用のネジっていうんですかね。あとは特に何もないですね。底面、タイプ C のコネクタがあります。それだけです。立てて使えないですね。充電しながらは。こんな感じで外観はとても綺麗なものになります。次に動作確認をしてみます。説明書によるとこれが電源ボタンみたいですね。無反応ですね。充電できるか確認します。ここに置いておきますね。接続します。インジケーター光ってますね。1A ぐらいで充電しています。これは内部生きてますね。電源ボタンを押してみます。充電しながらと電源入りますね。ということはバッテリー確定かバッテリーがなかっただけかもしれないです。しばらく充電しておきます。3時間ほど充電したのでバッテリーで電源が入るかどうか確認します。電源コードは抜いてしまいます。電源ボタンを押してみます。起動しようとしますがダメですね。バッテリー劣化は確定したのでバッテリーがどうなっているか確認します。バッテリーはこの裏側のここですね、おそらく。今見ると若干膨れてるように見えますね。開けていきます。おそらくこの辺の隙間から開ければ開くと思うんですよね。簡単に開きますね。パンパンになってます。背面カバーで押さえ込まれてたやつが一気にこう出たって感じですね。外してみます。こうかな。本体側は平らですけど、カバー側は膨らんでますね。搭載されてたバッテリーがこれですね。GH3DC01FM というものですね。1050mAh 7.4V のものです。7.4V で2セルですね。アリエクにありますかね。アリエクにバッテリーがあったので注文しておきました。クーポン使って980円ですね。安い。セル交換するおそらく安いです。さらに分解してバッテリーを外してしまいます。コネクタはこの鉄板の裏側ですね。取れますね。この部分にネジがありますね。2箇所。2箇所でこの白い部分の下にもあるかもしれないですね。白いシールの下にもありますね。全部プラスネジです。右下の黒いネジが長いですね。内部こんな感じになっています。バッテリーのコネクタはこの部分で固められてますね。外していきます。
取れました。かなり頑丈に接着されてましたね。一応清掃しましたが、これが限界ですね。粘着が強すぎて剥がれませんでした。バッテリーが来るまでスキップします。バッテリーが届いたので続きをやっていきます。スマートフォンのバッテリーみたいな箱に入ってきました。こちらはおまけらしいです。一応工具が入ってますね。あと汚れた B7 線。使えるんですかね。まあ今回は使いませんが。明らかに箱が合ってないバッテリーの箱ですね。箱の中にはバッテリーと両面テープが2枚入ってました。何に使うんでしょうね。こちらが届いたバッテリーです。背面にはスポンジ貼ってあります。比較するとこうなります。長さはほぼ一緒ですね。厚さも拡張する前だったら一緒だったんだと思います。背面のスポンジはないですね。こちらのスポンジもないです。コードの向きは逆です。こうなってますね。純正こちらなので、こうならなきゃいけないので、逆についてますね、スポンジ。ラベルともに。中途半端なクオリティってとこですね。比較はできたので、もともと搭載されてたこちらのバッテリーがどうなっているのか、シュリンクを剥いでみます。シュリンクを剥がすとやはりこちら側が膨張してますね。反対側はフラットです。これが搭載されている BMS ですね。コンデンサー、抵抗。これがおそらく制御チップですね。で、抵抗、コンデンサー、抵抗。で、モスフェットが2つ。ヒューズ、抵抗。で、バッテリーのプラスと、バッテリー監視かなんかですね。中間点ですね。で、バッテリーマイナス。で、サーミスタですね。サーミスタ今このサーミスタの配線を見て、サーミスタが裏側にあるかと思って探したんですが、サーミスタなんてものはこの基板にないんじゃないですかね。本来あるはずのところに抵抗が乗っています。これが抵抗なのかサーミスタはわかりませんが、R4 なので抵抗ですよね。温度変化するんですかね。確認してみます。一応今更なんですが、バッテリーの電圧を測っておきます。まずは全体ですね。約 6.3V ですね。膨らんでしまっている左側を測ってみます。約 3V ですね。膨らんでいない側。約 3.25V ですね。0.25V の差ができています。セルバランス崩れてしまってますね。通常、正常であれば 0.0 いくつですからね。これは劣化しまくりってことですね。サーミスタか抵抗か不明なこのチップの抵抗値を測ってみます。11.1kΩ ですね。指で触って抵抗値が変化するか確認します。ほぼ変化ないですね。これだけ温度差があれば変化すると思うんですけどね。アルコールで冷やしてみます。変化しないですね。温めて冷やして抵抗値の変化がなかったので、単なる抵抗がついています。本来はサーミスタがある場所に抵抗がついてしまっているので、充電中に加熱したとしても充電が止まることなくどんどん充電しますね。とても危ないバッテリーってことです。純正でこれでいいんですかね。なかなかですね。
ということは、互換バッテリーのこれが非常に心配になりますね。こちらも分解して確認してみようと思います。購入したバッテリーの中身、これですね。プラスチックのプレートが左右に入っています。プラスチックのプレートが左右に入っていて、先ほど同じ大きさだったので、若干バッテリー小さいですね。約2、3ミリ小さくなっています。購入したバッテリーの BMS はこれですね。比較すると、こうなります。抵抗やモスペットは一緒ですが、ヒューズがないですね。こちらの購入した側はサーミスタかどうか確認しておきます。こちらは約 8.5 オームですね。指で触ってみます。アルコールで冷やしてみます。変化しますね。再び指で触ってみます。こちらはしっかりサーミスターがついてるみたいです。純正バッテリーより互換品の方が安全ということですね。なかなかあれですね。購入したバッテリーにしっかりサーミスターがついていることが確認できたので戻していきます。新品とは言い難い見た目になりましたが、これを取り付けていきます。この状態で電源が入るか確認します。入りますね。さらに組み込んでいきます。接着剤が塗ってあった部分は両面テープで厚みを出して外れないようにしておきます。バッテリーを入れるとこんな感じですね。収まりはいいですが、若干ちっちゃいですね。それは互換品ということで OK とします。互換品の方が性能高いかもしれないですけどね。で、蓋を閉めれば完成です。組み立て終わったので電源を入れてみます。電源しっかり入りますね。充電できるか確認しておきます。1.14 アンペアで充電してますね。しっかり充電できてますね。電源を切ると、電源を切ってもほぼ同じぐらいで充電してますね。1アンペア以上で充電してます。しっかり充電できてるみたいですね。しばらくこのまま置いておきます。しばらく充電したので、しっかり充電できたかどうか確認します。0.74 まで落ちましたね。電源入れます。ほぼ満充電レベルまで充電できましたね。次は実際に SD カードを入れて撮影できるか確認します。使うのは64の3ディスクなのかもしれないやつですね。しっかり認識しました。38ギガになっているのは使いかけの SD カードだからです。撮影してみます。撮影は電源ボタン1回押しですね。LED が点滅しているので撮影できてますね。画面にも見にくいですが赤い丸が点滅してます。録画開始できたので撮影してみます。撮影といってもあんま映すとこないんですけど。台の上のツアーでもしてみますか。これ左側のカメラですね。
デジタルの顕微鏡300倍まで拡大できます。そのモニター、残骸とドライバーなどなど、マルチメーターですね。これ買ったんですよ。アリエクの安いやつです。前から使ってる電源、これの動画もありますね。こちらのマルチメーター、この動画もあります。で、作ったハンダゴテ、組み立てただけってやつですね。で、ハンダゴテなどなど、モニターが2つ。で、上のカメラ。で、ライト。単なるライトがたくさん。そしてライト。で、音を取ってるやつですね。そして顕微鏡。このリング何かというと、顕微鏡のライトですね。これ作った動画もありますね。このリングない方が明るかったです。そんなところですかね。撮影した動画を挟んでおいたので見れたと思います。見れたはずなんですよね。まだこの状態でわからないです。編集時に挟んでおきます。ただ撮影していて思ったんですが、この部分すごく熱くなります。膨らむ原因ってこの辺にはあるかもしれないですね。まあそういう仕様なんでしょう。これで動作確認できたので、3軸ジンバルカメラ、フィミパームの修理というかバッテリー交換ですね、は完了です。このチャンネルでは今回のジャンクイン修理や出会いをしています。内容がいいねと思ったらグッドボタン、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。それではまた。と、ここで終わるかと思いきや、次回予告です。部品取りでもう一個買っちゃったんですよね。これもまだバッテリーが原因かとはわからないんですが、次回はこれのバッテリー交換をします。バッテリー交換といっても同じバッテリー交換をしても面白くないので違う方法のバッテリー交換です。ということで、また次回。